皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、上半期ベストコスメっていうことで、私の上半期に出会ったアイテムでお気に入りを紹介していきます。ただ今回は前回今までの動画と変えてみようかなと思ってデパコス編とそれ以外の、ドラコス、プチプラ、韓国コスメ、海外コスメの2つに分けて紹介しようかなと思っております。よかったら最後まで見ていってください。どうぞ。1つ目がですね、こちら、ペリペラのシロッピートックチークです。これ上半期に出会ってよかったアイテムの一つで、なんかこういうリキッド系のチーク私結構ね使うし好きなんですけど、日本のプチプラとかだとまだまだ開発中なのかな、そんなに発売されてる印象が少なくて、デパコスとかだったらこうイヴ・サンローランのね、これもすごい可愛いんですけど、こういうのとか、あとは今期ね、このアディクションのリキッドチークとかツヤ系とマット系がね発売されたりとか、デパコスはかなりいろんなところがこういうねリキッドチークが発売してくれてるんですが、韓国もね結構出てきているんですが、なんかリキッドチークって結構でかかったり長かったり、うちねでっかって思うのがあって、このヌーズのチークとかもうベースファンデーション下地のサイズ感じゃないっていうぐらいめちゃくちゃ、これちなみに001番のカラーなんですけど、めっちゃでかいんですよ。で結構さでかかったり、イヴ・サンローランとかもそうですけど細長かったりとか、だからチークにしてはかなり幅取るなみたいな思うものも多くて、なんかサイズ感もペリペラのこれすごいねちょうどいい。しかも出し方も面白くて、ただこうチュッチュって出すだけじゃなくて、この後ろにね押せるようになってて、ここを押すと少量出ます。結構リキッドチークとかって発色良かったりとか、出しすぎちゃうドバッと出ちゃうものとかも多いかなと思うんですけど、この出方にしてくれているので、本当に使いたい分だけ少量を出すことができて、めちゃくちゃ使いやすいかなとも思います。カラー展開もすごい豊富だし、やっぱペリペラってお値段もね買いやすいし、めちゃくちゃ可愛い。でなんかそんなに自然なツヤは出るんですけど、そんなにこうなんかテカテカになるっていうわけでもないので、馴染みやすくて、ほら自然なツヤは出るんだけどラメとかは入ってないので、すごく馴染みやすくて使いやすいです。はい、毛穴が目立ちやすい方とかでも使いやすいチークかなと思います。これお気に入りです。ということで、ちょっと今回はまだ今日つけてないので04番をつけます。結構チークとリップとアイシャドウとみたいな色味を合わせるワントーンメイクが今季本当に流行っておりましたね。ちょっとくすんだレッド味も感じるようなイチジクカラーなので、何色にでも割と合います。はい、結構発色いいんですけど、トントントンってなじませてあげると全然すぐ馴染んでくれるので、つけすぎとかも気になりにくいです。ほら自然なツヤが出てくれて超可愛いので、もうめっちゃおすすめです。次はですね、ちょっとこれもフェイス系なんですが、こちらウェイクメイクのソフトシアーマルチパレットです。私的にこの01番が圧倒的に使ってました。なんかね全部割と似てるワントーンなんですけど、このちっちゃいこんなねコンパクトなパレットの中に5種類のテクスチャーのチークとかアイシャドウとかに使えるような、フェイスに全体に使えるようなものが入ってます。でアイシャドウにもなる、チークにもなる、ハイライトにもなるとか、いろんな使い方ができるので、1個持っておくとすごく便利だなっていうふうに思ったし、やっぱなんかこうさっきから言ってるようなワントーンメイクに結構やっぱ今年ブームが来ていて、私自身モカムスメイクとかもそうですけど、割とこう顔全体がそのトーンで埋め尽くされてるみたいなメイクをする機会も結構あったので、そういう時にこういうパレットがあるとめちゃくちゃね便利だなって思います。やっぱり色味が全部一緒の似てるものでまとめる時ってテクスチャーで変化を加えないとのっぺりしちゃうというか、立体感がなくなっちゃって全部ワントーンだしね、そういう時はっていう感じですね。まさに色味が似てるんだけれどもちょっとテクスチャーで遊ぶよみたいな感じで、ね、色味自体は結構優しめなので、正直これだけでアイメイク全部終わらせるかって言ったら、私は結構いろいろ重ねたくなっちゃうかなと思うんですけど、でも色がすごい可愛いし、
年齢関係なく使いやすいんじゃないかなと思います。手に出してみました。こんな感じでかなり綺麗です。せっかくなのでこのキラキラを目の下にちょっと追加しとこう。正直でももう私の目はキラキラさせているので多分すごい大きな変化はないかもしれない。涙袋作りやすいです。いいよね。ちょっとこれ本当に可愛いのでこれも買って損ない。プレゼントとかにもいいと思います。まだ2つ目ですね。次3つ目、こちらフィーのチーク&ハイライトです。このフィーのポットタイプのねチーク出た時もすごく話題になったかなと思うんですけど、もうちょっとムースっぽいやつもすごくバズって注目されたかなと思うんですけど、私的にこっちがより好きだなってなりました。結構これほらかなり使ってます。私にしてはなんかだいぶゴリゴリ使っております。こんな感じでね、なんかね履かなくなるんですよね。ちょっと見えづらいかな。こんな感じで正直さっきのペリペラのチークよりもちょっとペタペタはします。なのでペタペタが嫌な方とかだったらこれ塗った後に上からパウダーとか重ねた方がいいかなと思うんですけど、でもねこのツヤがまたじわっとみたいな感じですごく可愛いポイントにもなるので、まあ、我慢できる方は私の場合はパウダーのせずにこのツヤをもうハイライトのごとく楽しむっていうのが好きです。まあ、これはね本当に人気な商品なので気になってる方も多いと思うんですけど、実際使い心地どうなのって思ってる方も多いかなと思ったのでレビューさせていただきましたが、めちゃくちゃ可愛いです。で口入れにはのせられるので1個持っておくと外出時とかにも便利ですね。この色がまんまのるよりちょっと優しいぐらいで、まあ、調節したければもうちょっとのせればもうちょっと発色するんですけど、ちょっと優しいぐらいが使いやすいかなっていう感じもするので、私はこのね JS の01番をめちゃくちゃ使ってます。他の色もねギフティングとかでいただいたんですけど、でも本当にギフティングとか関係なくマジで使ってました。超お気に入りでした。でハイライトもまた同じですね。ちょっとペタペタするのが気になる方であればちょっともしかしたら難しいかもしれないんですけど、もうこのさ自然なツヤってやっぱりお粉では表現できない部分ではあるので、こっちもねいいんです。 JH の00、確かこれアットコスメのベスコスにも入ってたかなと思うので、やっぱ好きな人多いんじゃないかな。ツヤキラです。もう本当にこれは写真映えする感じです。ちょっと頬をツヤンツヤにしてみました。ちょっとぜひ試してみてください。買う価値あります。次はですねこちらエトゥセグロースキンフェイスカラー01番です。これもね今季すっごい可愛かったですよね。なんか質感がもうなんかねしっとりですこんな感じでツヤツヤ。この値段2000円台でこのツヤ感を出されちゃったらデパコスが泣きます。で今回ね結構今季この上半期出会ってめちゃくちゃ使ってたこのオフラのハイライトもベスコスに入れようかなと思ったんですが、これデパコス価格なのかな。高い、しょうがない、海外から輸入してるっていうのも相まってお値段するので、これめっちゃ紹介したいと思ったんですけど、ドラッグストアとか日本で買えるハイライトで今季出会ってめっちゃ感動したのはエトゥセだったので、今回はまあこの子の分もエトゥセさんに頑張っていただくということでエトゥセにしてみました。でもこれもう本当にしっとりしてて、しっとり系のまあ練りチークとかハイライトとかいっぱいあると思うんですけど、なんかその全ての商品のいいとこ取りしたみたいな、なんか新しいさらっと具合です。ちょっとで乗せてみます。ほら私ね結構ここら辺は自然なツヤ系も好きなんですけど、できれば鼻は結構盛りたいのでピッカーンみたいなのが鼻は好きです。なのでこれめちゃくちゃ好みです。鼻を短く見せたい人はもう部分的にのせるといいんですけど、じゃあもうピーッとのせちゃいます。ピカーンってなるんだけどギラギラじゃなくて日常的にも使いやすいハイライトっていう感じで、なんかカラーも絶妙なんですよね。真っ白じゃ浮きやすいし、だからといってカラーがつきすぎててもちょっとこう普段使いには難しいかなとかあると思うんですけど、これは絶妙な
カラーにしてくれてて馴染みやすいです。めちゃくちゃ可愛いです。もうこれはもうしかもね少量で結構輝くので今結構見せるためにめっちゃ撮ってたんですけど、普段使う時とかも割とささって撮ってピピってのせるだけでよくて、結構使用頻度あったとしても意外と長持ちっていうかいっぱい使えそうですね。ハイライトお気に入りでございます。はい、ドラコスで買うならこのエトゥセがいいですね。気軽にまだオフラは買えないのでネットで買ったりとか、あとはセフォラとかでね海外旅行行った時とかに試して買ったりとかする方がいいかなと思うので、はい、試して買いたい方はやっぱエトゥセがいいかなと思います。すっごくおすすめです。じゃあハイライトが済んだということで、次はシェーディングですね。シェーディングこちらじゃん、セザンヌのシェーディングペンシル01番のウォームトーンです。いやもうこれもさ本当にすごくない？セザンヌから発売されるっていうのを見た時に結構感動しました。なんかこういうさペンシルって初期だと&B さんとかデパコスとかでもカネボウさんとかこういうねスティックの使いやすいシェーディングを発売してくれてて、わあいいなってその度に思いつつ、なんか気軽にプチプラでも買えたらいいのになとも思ってたんですけど、もうまさにっていう感じ。しかも色が濃すぎなくてめちゃくちゃ使いやすいです。ちょっとじゃあつけてみます。細すぎず太すぎずで調節しやすいようになってて、くぼみにこう入れてなぞってあげます。そんなに濃くないから本当にね、そんなにこうぼかす時も加減しなくていいというか難しくないというか、自然に身を任せれば問題ないです。であとこの鼻先ね、私は結構お鼻が丸いので削りたいっていうことでこの鼻の部分を削るんですけど、やっぱこうペンシルだからこそのせたいところにピンポイントにのせられて非常にいいんですよ。なんかさっきよりもこうさっきハイライトで丸くね光を入れただけの時よりもより良くなってる。でしかもファンデーションとの相性も良くて、結構こういうペンシル系でさゴリゴリのせるとさ相性悪いと下のファンデーションが汚く剥げちゃったりとかあると思うんですけど、そういうのにもなりにくくて、今日はイヴ・サンローランのツヤ系のクッション使ってるんですけど、それとも相性いいですね。まあもちろん骨格にものせれるんですけど、私はもう本当に鼻にめっちゃ使いやすいなっていうので愛用して使っております。気軽に変えて続けやすくてすごくいいですね。普通の粉のシェーディングからちょっとこういうのにシフトしてみるとよりお花が垢抜けたりとかするんじゃないかなと思います。はい、次はですねセザンヌ関連でもう一つあります。こちらじゃん、ブレンドカラーチークの01番のコーラルです。ハイライトの部分とマットっぽいカラーの部分が分かれているので、こうミックスする加減によってもいろいろ楽しめます。私的には結構ハイライトの部分が結構ピカーンって本当こういう感じでピカーンってなるので、チークの入れる範囲全体にのせちゃうと若干毛穴が気になる時もあるので、私のおすすめののせ方はチークカラー、この中心らへんのチークを先にブラシに取ってのせてあげてから、ハイライトゾーンとかちょっとツヤ感足したいところに上からトントントンってハイライトをのせるといい感じになるかなって思います。色がねなんかちゃんとなんかドバッとつきすぎないような絶妙なヌードカラーコーラルなんですけど、結構私今さフィーのちょっとペタペタするよって言ったこのポットをここに乗せてるので、その上からこういう粉を乗せるとちょっとドバってつく系のチークとかだともうボーンってついちゃうと思うんですけど、これは結構普通にこうやってブレンドしてから乗せてあげてもバーンってなりにくいです。物足りなくて発色が弱くてっていう印象は全くないんですけど、ドバッとつきにくいのでかなり普段使いに急いでる朝とかも鏡見なくてもパッパッパッパってできるようなチークです。だしハイライトとチークが一体化されてるので、メイクする時もねこうハイライトはここを使ってチークはここでみたいな感じで一石二鳥で使えるので、それもいいかなと思います。他のカラーも出てるんですけど、私はこの01番のコーラルがなんか普段使いにいいし、お肌がちょっとワントーン明るく見えるようなそんな感じがして可愛いなと思って使ってました。お気に入りです。質感は結構普通パウダーって感じですね。次はアイシャドウ2つあります。まず1つ目がこちらケイトのポッピン
グシルエットシャドウ OR02 番です。これはね新色で追加されたカラーなんですけど、このカラーめっちゃ可愛かったです。なんかこのアイシャドウ自体出てきた時になんじゃこの可愛いのってなって、結構ケイトさんって発色が良くて、どちらかといえばマックとかナーズみたいなモード系ななんかブランドのプチプラバージョンみたいな、ドラッグストアバージョンみたいな感じのイメージがあったんですけど、お、そっちの一面もあるのみたいななんか普段ちょっと気強いキリッとした感じの子がなんかちょっと急に2人になったらちょっと照れるみたいなそういう感じ、そんな一面もあったんですかみたいな感じがすごく私は印象的で、とはいえ私は結構はっきりしたカラーのメイクとかが割と好きだったりするので、私はどうかな、すごい絶対いいに決まってるけど私はどうかなって思ってたんですけど、使ってみたらやっぱりいいねっていう感じで、なんかほらこれも今日もこの4色でメイクしてるんですけど、アイシャドウ涙袋とかもめちゃくちゃ作りやすいし、意外となんかすごく発色だいぶ優しそうだと見えると思うんですけど、意外としっかりのせるとちゃんと発色してくれます。ここの3色全部可愛いんですけど、このラメがいいのよね。なんかちゃんと1個こういうラメが入ってくれて、しかもめちゃくちゃしっとりしててフィット感も高いの。こんな感じいいよね。なのでこのツヤンツヤンを私はこの涙袋のこの下のあたりとかに足してあげて、もううるっとさせてます。はい。目の上にもちょっとねポンポンポンってのせてあげるだけで、なんか華やかなんだけど主張しすぎてなくて優しい印象になるかなと思います。で、私はこの新色のね OR の2番が絶妙です。なんかねイエローすぎずでもグレージュすぎず、いいとこ取りなんですよ。で、私って一応イエベ春なんですけど、とはいえ結構ブルベとイエベの間らへんの中間地点に属してて、なんかこうイエロー味が強すぎてもくすむし、だけどこうなんかこうブルベベースのカラーすぎてもちょっとくすんじゃうので、なんかどっちも強すぎない間らへんがすごく私的にこうお肌には合うんですけど、まさにこの OR2 番はなんかイエローすぎず、なんかでも絶妙にちょっとグレージュとかも入ってて、けどそれもくすまないようなカラーでめっちゃ理想です。なのでこれでねメイクこうやって完成させるのももちろん大好きなんですけど、土台としてこの子を使ってあげて、ポイントカラー別のアイシャドウとか単色アイシャドウとか使ってあげてもいいなって思うので、これはすごくねテンションが上がりましたね。出会った時もうデパコス級質感、粉質もねしっとりしてて、ラメもめっちゃしっとりしてて、ちょっと見えにくいけど RMK のアイシャドウに似てるなって思ったんですよ。ほらなんか RMK に、カラーが全く一緒とかではないですけど、なんかこうちょっと大粒のラメ1個と3つちょっと同系色っぽいカラーが入ってるっていう、こうパレット作りの雰囲気の方向性が似てるなみたいな感じを感じました。でしかもなんならこの RMK もすごく好きなんですけど、 RMK よりも色味が落ち着いてるからテクニックいらずに馴染みやすいカラー展開っていうことで、かなりこのケイトデパコス級にいいかなって思いました。チップもね入ってて嬉しいし、もうこれはねいいですね。リップモンスターがケイトっていうともうずば抜けて人気になって、リップモンスターの印象ばっかり強くなる一方だったんですけども、ここに来てアイシャドウとか粉物もやっぱいいよねっていう。で、なんならベース類もやっぱ昔ケイト大好きだったんで、ベース類ちょっとまたねここいらでリップアイシャドウと激震が走ったので、次はなんかベース類気合い入れてくるんじゃないかな。下半期楽しみだなと思ったりしてます。はい、次がですねレブロンのダズルアイシャドウクワッドです。これは013番の新色、追加された新色ですね。2色追加されたんですが、こっちの方がちょっとグレー味もあるようなローズカラーです。これも結構ね珍しいカラーで発色も良くて大好きなので手にのせてみます。なんかこういうさアイシャドウ好きなんですよ。こうなんか何この色みたいな結構、デパコスだったらスックとかナーズとかこう冒険色がいっぱい入ってるような、なんかかゆいけど描くとよれるから
ツンツンってしてます最近。そうなんかそういう冒険色が入ってるようなアイシャドウワクワクするから大好きなんですけど、それがさなんかドラコスでもさ楽しめるって最強ですよ。じゃーん、こんな感じの4色です。ものすごく発色が良くて、これもなんか絶妙カラーで、ちょっとこのグレージュ、ツヤのあるグレージュとかローズカラーとかブラウンとか、このなんかいろんな色が入ってるラメとかもすっごい可愛いです。なんか本当にこう時代的にワントーンのメイクもそうなんですけど、多様性とかね、オーディション番組とかでもノーと言われてきた子たちがこう個性を出してなんか認められていくみたいなのが流行ったりとか、本当にこうそれぞれの個性、骨格だったりパーソナルカラーとか、いろんな方はあるんだけども、そういうの置いといてなりたい自分だったり自分自身がワクワクするようなカラーだったりで遊ぼうよっていう、そんな時代に突入してきたなって思っていて、その中でやっぱりちょっとこう遊び心がちゃんと入ってるアイシャドウをドラッグストアで買えるっていうのはすごく嬉しくて、もともとレブロン私大好きで、こういうさ、もうこれも私結構1年2年3年何年か前のベスコスにも入れたことある大好きなアイシャドウなんですけど、これもう発色がまずいいんだよね。発色もいいし遊び心もあるし最高っていう中で、ちょっとこの新作のカラーもすごくちょっとワクワクするようなカラーだったので入れてみました。ケイトでアイシャドウ仕上げてたんですけど、せっかくなのでちょっとだけ追加しようかなと思います。このピンクカラー、この色かわいいからちょっとだけ下にも。結構ねドラッグストア行くとついついさめっちゃ買っちゃいません？私ドラッグストア行くと絶対にコスメ1個買っちゃうんだよな。もうティッシュとかため買いしたりとか、もはやアマゾンとかでなんか月で買ったりとかすればいいのに、わざわざ1個ずつ買いに行くんですけどもうなんかその方が行った時にドラッグストアのコスメ見れたりなんか楽しいから、つい結局さやっちゃうんだよね。こんな感じでのせて、このブラウンとこのグレージュをちょっとチュンチュンって絶妙なカラーなんだけどくすまないんだよな。天才ですね。このラメはいいかなケイトのラメでもうやっちゃってるので、ラメは本日はこのケイトちゃんでちょっと暖色ラメで終わらせようかなと思うんですけど、これにこのラメをつけても可愛いですよね。そりゃ完成です。こんな感じ、めっちゃ可愛い。いいですね。なんか2つのいいところを混ぜたようなメイクになりました。はい、ここまで来たらあとはリップ系ですね。2種類あります。まず1つ目はこちら。はい、こちらはイーザー&のリップティントです。この春頃だったっけかな、出会ってなんかギフティングでね全色送ってくださって、可愛いなみたいな。もともとプランパーとか好きで使ってたんですけど、こんなツヤ系のやつ出たんだと思って気軽に使ったら、もうめっちゃ可愛くて大好きです。はいで特に私はこのカラー、この05番がなんか外観がめちゃくちゃ紫、もうなんかブドウみたいに見えると思うんですけど、まさかの逆。なんか普通さ、なんかこうブラウン系のパッケージで塗ったら紫に発色するみたいな、意外とみたいな、そういうのは多いと思うんですけど、逆でなんか見た目めっちゃパープルなのに塗ると意外とこんな感じのちょっとブラウンっぽい、ちょっと意外とブラウンっぽい感じの発色する、そんなリップなの。こんな色なのにこの色から想像できないぐらい意外とブラウンっていう。可愛いけどね、すごいめっちゃ好みです。赤みがあるブラウンなのでくすみにくいし、めちゃくちゃ色残りもいいので、これはちょっと飲み会リップとかそういう感じにも使いやすいかなと思います。やってみます。
可愛くない？結構ツヤンツヤになって、私のお気に入りポイントは縦じわが目立ちにくい、汚くよれない。なんかティントって汚くなっちゃうのありません？初めツヤツヤなのにめっちゃ乾燥したり、内側だけ濃くなっちゃったり、いろんな汚さがあると思うんですけど、これはめっちゃ綺麗。重ねるとまあ落ちにくいよね。でなんかちょっと美味しい味するの、いい匂いもするし味も美味しいからおすすめです。はいでなんかどの色ももちろん可愛いんですけど、私はよく使うのは圧倒的にこの5番なんですが、もう一色重ねたりする時にこの06番も使います。赤っぽいんですよね、この感じ。赤いので薄く塗って全体に塗ったりとか、内側にだけ06に重ねて05に重ねるような感じで06をのせるといい感じのグラデーションになります。これ可愛いので、しかも質感もいいし、このツヤ感がグロスを重ねなくてもこのツヤが結構キープされるので神です。これ本当に可愛い。これ絶対この05番が私的には買うべきと思うんですよね。なんか紫じゃないので安心してって感じなんですけど、可愛くない？ずっと塗っちゃう。ずっと褒めちゃうし、ずっと塗っちゃうんですけど、これ大好きです。次がですね、上半期出てきてびっくりしたアイテムですね。こちらじゃーん、ヒースから990円だっけかな、もうめっちゃ安くリップのミニが登場しました。すごくない？カラー展開もミニだけの特別カラーとかもバーって出たりとか、いっぱいカラーが出たので、自分に合うリップが、自分に合うカラーが絶対見つかるし、1000円しないぐらいの価格のリップ、ドラコスでプチプラとかだったらあったかなとは思うんですけど、やっぱパッケージがそんなにパッとしなかったりとか、そんな可愛いとかじゃないけど安いし、リップ忘れたから買おうかなっていう時とかもあると思うんですよね。でもさ、これはさ、もう見た目も可愛いで、ティントで落ちにくくて、使い心地も普通に良くて、色も豊富で、メモリーカードの容量がいっぱいで止められておりました。はい、ということでもうめっちゃ語ってたんですけど、とにかく本当にすごいということで、こんなミニバージョンでね出してくれて嬉しかったんですが、特に私はこの4色で1回拭いてロムアンドいきます。まず01番、これは安定に使いやすい色で可愛いです。この感じの色、これがね可愛いの。私これすごい普段めっちゃ使ってるね、私が好きそうな色でしょ。ちょっとくすみ系です。ちょっと内側に足す要因で色持ちもすごいいいなって感じるのはこれも割と新色で好きな人多そう。オレンジもオレンジメイク、夏これからね使う時にいいかなと思います。可愛いです。はい、こんな感じの4色、どれもそれぞれ可愛い、それぞれいいところがあって好きです。私は今日はこの一番よく使ってるローココっていう014番、これ本当に可愛い。でさ、リップって使用期限あるし、大きいの買っても使い切れなかったらもったいないんですけど、これは使い切れそうと思う。こういうお気に入りのカラーだったら全然。こんな感じでちょっと髪の毛整えて戻ってきたいと思います。じゃあね。はい、ということで2025年の上半期のマイベストコスメ、プチプラドラコス韓国コスメ海外コスメ編っていうことではい、やってみました。いかがでしたでしょうか。ちょっと新しい感じで10商品って決めて、1個の商品に対して2色とかね出してたと思うんですけど、10種類のアイテム紹介できたかなと思います。私が上半期に出会ってすごく印象に残ったアイテムだったり、たくさん使ったアイテムをピックアップしてみました。はい、こんな感じでちょっとアイメイクとかやっちゃってたんですけどでも使いながら完成させれたんじゃないかしらと思います。やっぱさ、好きなコスメでメイクすると本当に漏れますよね。気になったものが1個でもあった方はドラッグストアだったり、韓国とかネットとかでぜひ参考にして購入していただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok やレッドなどもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。